皆さんこんにちは、ガジログです。Amazfit からバランスという非常に落ち着いたデザインのスマートウォッチが発表されています。一体どんなスペックになっているのでしょうか。おなじみの Amazfit 公式サイトの情報を日本語翻訳してお届けしたいと思います。では本日も行ってみましょう。まずこのデザインをパッと見の印象、落ち着いてるなというのがまず出てきました。そして Amazfit GT-R4 のボディを使って少しアレンジ加えているというような印象もあります。では一体どんなスペックになっているのか見ていきましょう。まずコンセプトの一言が出ています。バランスを取るための道、ここから始まります。今日の成功は昨日築いた基礎の上に築かれます。達成するためにできる限りのことを行ってアクティビティ間の適切なバランスを取る必要があります。そして回復とありますね。ということでまず出てきましたのはウェルネスへようこそとあります。ウェルネスというものを調べてみますと、1960年代にアメリカで提唱されたもので、よりよく生きようという生活態度のことを意味しているようです。そして単に病気かどうかだけで健康を考えるのではなく、より生き生きとした人生を目指す積極的な生き方を表すと出ていました。ということでこのウォッチのコンセプトが見えてきましたね。よりよく生きようとする生活態度を実現するためにこのスマートウォッチが活躍するということになりました。最初に出てきましたのがレディネスとこう翻訳されていますけども、これは寝ている間にバランスを整えることによって朝に新しい一日に向けて精神的にも肉体的にもどれだけ充電されているかを示す準備スコアとあります。ということで体の疲れなどを含めていわゆる自分のバッテリーのような感じでしょうかね。そのスコアが表示されるようです。そしてこのレディネススコアは睡眠時の安静時心拍数と睡眠時心拍数の変動や呼吸の質、体温などのデータに基づいて生成されるようです。またこの過去1週間のスコアを確認することができて、注意すべき大きな問題がないか確認することができるということですね。例えば日曜日はスコアが良かったけど木曜日は低いなということで、心身ともに整えていこうという、そうした気が起きるんじゃないかなと思います。この機能はなかなか面白い発想ですね。今までありそうでなかったという感じです。そしてあなたの洞察力ライフコーチとありますけども、今朝はバランスが崩れているように感じますかと、その理由を理解するにはレディネスインサイツを確認してくださいとあります。ZEP アプリでその理由を見ることができるようですね。睡眠健康の専門家が開発したナレッジベースを使用して生成されたこの洞察は、レディネススコアを理解しやすくバランスを取り戻すのに役立つ実践的なガイダンスを提供とあります。すごいですね。徹底的によりよく生きるためのアドバイスがもらえるということになっています。そしてこんな機能もありますね。ZEP オーラとありますが、あなたの体、あなたのリズム、完璧なハーモニーとあります。考え事が多すぎて眠れませんか。朝の優れたレディネススコアの鍵は前夜の質の高い休息です。それが重要です。ZEP オーラが入っていますとありますね。これは AI を使用してより早く眠りにつき睡眠の質を向上させるカスタマイズされた音楽を生成するということですね。そしてそのサウンドはユーザーが収集したリアルタイムの生成認証データに基づいてインテリジェントに調整されます。Amazfitバランスをとって自分に合ったものを見つけてくださいとあります。加えてですね、やはり出てきましたがマインドフルネスということで、こういった機能ももちろん入っていました。仕事関連のストレスなどの精神的負担はレディネススコアの低下につながる可能性がありますよとありますね。Amazfitバランスには心を落ち着かせ考えすぎを避けるための機能が豊富に入っているということです。マインドフルネスという用語が出てくることからすると、ウェルネスに特化したモデルであるということも分かります。そしてこの機能いいなと思いました。理解するあなたの体、今まで一番とあります。この Amazfit バランスは手首から8種類の上半身の組織指標を素早く簡単に測定することができるということです。この辺Galaxy でもやっていますけども、Amazfit シリーズでも入ってきました。Amazfit 体組成計マットを使うことによって、さらに下半身の同様の指標を測定し、全身の体組成のバランスをより正確に把握しますとありますね。ということでちょっとマットは出てきていませんけども、このウォッチ本体でこの体組成測定基準とありますが、体脂肪、骨格筋、筋力ですね、水分量、また骨量、タンパク質、BMI、基礎代謝、これらを一括で測定することができるようです。これいいですね。そして体を休めることだけでなく、やはり運動ということでエクササイズの機能ももちろん入っています。種類は150種類以上のスポーツモードとありますのでほとんどの方がされるスポーツに対応しているものと思われます。
また衛星測位は6つに対応していまして、さらに L1 と L5 の信号を受信することができます。そして Amazfit シリーズはね、最近もう遠変波の GPS 受信ができるということを大いに謳っていますので、当然ながら Amazfit バランスも都市部でビル間の間で GPS 測位を行ってもしっかりと追跡してくれるということが謳われています。また当然ながらですが、ヘルスケア関連は例えば心拍数、血中酸素、ストレス、睡眠測定ももちろん対応しています。しかも今回 ZEPOS3.0 が導入されていまして、より高精度な OS が搭載され、さらに強化されたデュアル LED、また8個のフォトダイオードのバイオトラッカーということですごいですね。この辺は本当にモリモリスペックになっています。ということで、自分自身のヘルスケア関連ね、モニタリングする上で申し分ない精度のセンサーが積まれていることがわかります。加えてその都度になりますが、4つの指標を同時に測定することも可能ですね。心拍数やストレス測定、血中酸素、呼吸数、これらを同時に確認することもできます。ではハードウェアの情報を見ていきたいと思います。まずデザインね、このように左に大きく出ていますけども、重さは 35g と非常に軽量になっていることが分かります。そしてデフォルトでナイロンループのバンドがついていまして、本当に落ち着いたカラーリングと相まってね、このバンドも非常にシックでいいですよね。そしてこのね、クラシックとありますが、クラウンは回転できるものになっています。この辺見るとやっぱりね、ボディは GTR4 を流用しているように思いますね。そして洗練されたメタリックフレームということで、この辺もね、非常にアルミフレームになっていて、見た目としてはね、落ち着いている感じがしていいですね。そしてカラーはもう一色あるようです。このブラックタイプになります。夜中と出ていますが、重さは 35g と同じになっていますね。その他ね、このバンドに関してはリキッドシリコンストラップということでね、ナイロンループベルトとは違ったタイプになっています。そしてディスプレイの情報になります。業界をリードするアンチグレアガラスベゼルで装飾された大型 HD アモレットディスプレイは、企業やその他の分野での競争に勝つのに役立ちますとありますね。ということで、ディスプレイはアモレット有機 EL になっています。サイズは数値的には小さくなりますが 1.5 インチとなります。他のスマートウォッチの丸型の中では比較的大きめじゃないかなと思います。そしてピーク輝度なんと1500となっていまして、めちゃめちゃ明るいですね。最高の明るさの時には申し分ない輝度になっています。解像度は 480×480 ということで非常に高精細になっていますね。加えてウォッチフェイスもたくさんありますよとあります。200種類以上ということで、おそらくね、この中に自分の気に入ったものが見つかるんじゃないかなと思います。そしてマッチング常時オンディスプレイとありますが、文字盤に対して必要最低限の情報だけ残して AOD の文字盤を生み出してくれるということになっています。そしてさらにね、レディネスの数値がリアルタイムで確認できるようになっているのもいいですね。そして先ほどね、ちらっとご紹介しましたが、今回の ZEPOS はなんと 3.0 になりました。ここ最近出ていたのは 2.0 が多かったんですけどね、2023年9月に入ってなんと OS が1個上がりましてね、3.0となりました。ここ最近 ZEPOS はアプリをインストールすることができるようになっていまして、対応しているものは150種類以上ありますよとありますね。この数値もだんだん増えてきていますので、ZEP アプリから欲しい機能を追加することもできるようになっています。そしてですね、これはちょっと目玉の機能になるとは思うんですけども、日本で使うことは残念ながらできない感じですね。高速安全、そして便利な取引とありますが、写真出ていますけどもね、かざすだけで支払いが完了するということになります。この機能は ZEPPay といいまして、マスターカードを使った非接触で支払いすることができるものになります。Amazfit とマスターカードの統合に加え、NFC テクノロジーの統合により ZEPPay を使用すると、一度に最大8枚の銀行カードを銀行カードにバインドできます。Amazfit 残高、パスワードで保護された非接触支払いを手首から直接行うことができますと。ただこのサポートされている国に関しての詳細情報を見てみますと、日本は入っていませんでしたので、もしかしたらね、今後アップデートを重ねて日本でも使える日が来るかもしれませんね。まずは海外からという感じになっていました。さらに便利機能としましては、Bluetooth 通話に対応しています。腕元で話をすることができます。そして他の便利機能としましては Amazon の音声アシスタントにも対応しています。またバッテリー持ちに関してなんですが、一般的な使用方法であれば14日間、そして AOD を使った場合は6日間とね、なかなかバッテリー持ちは良さそうですね。AOD 使っても、1週間弱持てば平日の仕事の方はずっと持ってしまうぐらいになっています。
はい、ということでですね、ざっと見てきましたけども、今回の Amazfit バランス、まだグローバル市場で発表されたわけですが、今後日本でも発表されて発売されるかもしれませんね。そしてざっと見てきましたけども、今このようにね、一覧表で主な特徴が出ています。とにかくこのモデル、バランスという名称からして、身体と心の健康をメインとして、この辺り充実した機能が入っています。他のメーカーでいうとこのボディバッテリーですね。どれぐらい体が疲れているのか、もしくは回復しているのか、そのあたりの情報もしっかりと確認することができるのもいいですね。そして上半身の体組成計も調べることもいいなと思いました。当然ながら GPS は6衛星測位に対応しているということで、他のメーカーもね GPS 搭載されていますが、5種類止まりが多いんですけどね、Amazfit はここ最近ずっと6衛星測位ということで、このあたりも1個抜けているなと思います。ということでね、ちょっと全体的に見た上で思ったのが、まず落ち着いたデザインなので、日常使いに使うっていうのはすごく良さそうな感じがします。とにかく落ち着いたデザインっていうのは本当にいいですね。このシルバー系がいいのか、もしくはこういったブラック系がいいのか、選べるようになっているのもすごくいいなと思いました。ということで、今後いくらで発売されるのかまだ全くわからない状態なんですけども、日本市場で発表されることを待ちたいなと思っています。というわけで気になった方は概要欄にこちらのサイトのリンクを貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよってことは高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。